世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたちよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨグマたち、もう世の中の数々な人の前に立つ仕事の方いらっしゃると思います。ヨグマたちも特にそうだと思います。歌手の方、役者の方、女優の方、俳優の方たくさんいますけども、私もそうなんですけど、結構上がってしまうことがあるんですよね。そういった時にですね、いつも通りの自分、もうなんならいつもよりも自分のパフォーマンスが人の前で出せる方法っていう、人の前に立ってもいつも通りで入れる方法ってなんかあったりするんでしょうか？私のところにもね、舞台に立ってる方がいらして、あるいは会社のね、上司になって、で、みんなの前で話をしなくちゃならないっていうので、で、ずっと、待ってるとね、で、どんどん緊張感がね、出てきて、なかなか喋れないとかあったんですけれども、で、マントラっていうね、聖なる波動の瞑想法があるんですね。ヒマラヤシッダ瞑想って言うんですけどね。それをいただいたらね、全然上がらなくなったっていう舞台に立たれる方もね、いらっしゃって、大御所の人なんかでも、私もテレビのインタビュー番組でね、子役の時代から歌を歌っている大ベテランがね、歌う寸前まで上がってるとかおっしゃってたんで、そういうものなのかななんて思って、無限の存在っていうのが私たちの中にあってね、そこにつながっていくと不動の心になって上がらないんですよね。ちょっとやっぱし恥ずかしいっていう気持ちがどこかに強かったりね、自分をよく見せたいっていう気持ちが無意識なんですけれども、やっぱり失敗したくないとかね、ちょっと力が入りすぎてるのかなって自然体にね、なかなかならないっていうかね。私自身やっぱしいろいろな修行をしているので、究極のサマディって悟りの修行をしているのでね、どんな場合も動じない人にはなってるんですけども、ラジオの番組とかもいただいているんですけれども、言語なしに浮かんだことを喋ってるんですよね。ちょっとテレビとか見られるとかね、ありますからね、また違う緊張感があるのかもしれないですけれども、相手を傷つけないようにとかね、日頃源につながるっていう練習をしていくとね、揺れないところがあるんですよ。例えば体だったら聖火丹田とか、体の気がね、上に上がっちゃうから、例えばお相撲さんだったら、四股踏むとか、どっしり、地にね、足をつけて、倒されないようにね。それはフィジカルの面なんですけれども、メンタルの面はね、マインドの、やはり、過去に失敗があったとかね。で、そういうところに繋がっちゃうと、どうしようどうしようみたいに。で、大丈夫っていう成功体験が幾度もあるとね。で、大丈夫になって、ともかく修行をして、そうやっていくと、それから場数を踏むっていうか、鏡の前で練習するとね、プレゼンテーションの練習などをして、それでお出かけになるといいのかなって思いますけどね。これを機会にね、ぜひ本質的なね、修行っていうか、やっぱり源にそういう揺れないね、存在があるので、で、プラクティスしていくと、すぐね、上がらないで、それからもっといいものが、もう眠ってる才能がどんどん開いてね、で、ストレスを受けないで、焦れば焦るほどね、失敗したりね、一回とちったりするとさらにエスカレートしちゃう、バッと立ち直るっていうかね、今にいるっていうね、無念無想のところにいるっていうね、そういう修行になってくるんですけどね。心っていうのはいつも変動してんですよ。例えば海を
思い浮かべるとね、上の表面がこう波立ってるじゃないですか。それが心の働きだと思うんですね。ですごく心深いところにこう静けさがあって、不動のもう動かない、そういうところがあるんです。怒りを下ろしてね、こうね、それで動かないように、船がこうね、止まって、こう揺れないようにね、そういうのを下ろす。で、私たちの心って揺れてるので、まあそういう深いところにね、そういう動かないところにつながるっていう。それでもっともっといろいろなね、アイデアが湧いたり、そしてこう、全体がわかる人になるので、暗記したことでなく、それをこう深く理解してね、自分のものにして、こう話すことができたり、あるいはこう自分の体験でね、そういうところから心理の体験で湧いてくるっていうような順にね、そういう人になることができて、かっこよくなってくるのかなって思いますね。秘宝をいただいて瞑想すると、そうするとこの深くこう英知の存在がありね、動かない存在があるんですね。でそういうところにつながっていくと、周りこういろいろなことに目を奪われないで安定してね、お話をすることができるっていうことなんですね。自分の恥ずかしいとか、よく思われたいとかね、過去の失敗とかね、まあいろいろなものにこう影響されないでね、人の評価とかを気にしないでね、自分らしさを出していくことができるってことなんですね。横友達とお話しさせていただきます。いつも横友達は安定してるは言葉がおかしいですけど、常にこうフラットな状態でいつもこうやって、私や視聴者の方に向き合っていただいてますので、横友達自身がもう緊張なされないですか、あんまり。まあ、緊張っていうものはしてないと思いますけども。でも横友達はももちろんこう修行を通して、今の境地にいらっしゃると思いますけども、修行を通して瞑想を通してどんな方でもそうですね。どしっとした自分になってきますよね。だからそういうエネルギーを持っている、こう修行された、それシッターマスターに出会ってやるとね、最速でそういうふうになっていくことができるんですね。だから先日もね、すごいね、世界的に有名な企業にお勤めになっていて、お勤めを変わられたんですよね。その方営業だっていうことで、この企業担当でね、で人の前でやっぱこうプレゼンテーションしたり喋らなくちゃならない、だからそういうのでも焦ったりとか緊張したりとかね、そういうのだといいものが出ないんですけど、その修行してったらね、世界で一番に営業成績がなったっていう報告をね、しに来てくださったんですけど、私のシッター瞑想してそうなった。それでなんかその人は祈願も出されてうちにね、こう、だからそのヒマラヤ聖者がこう祈るとね、願いが叶うんですよ。やはり綺麗になって、神と一体になっているレベルから、サマディレベルから祈るので、まあ本当はもっと修行した方がいいんですけど、ちょっと神玉のみ的なんですけど、でもそれでもね、まあすっごい忙しいんでしょうからね。やっぱりこう瞑想をしっかり自分で向き合ってやるとパフォーマンスがかなり上がるということですね。そうですね。ただこうがむしゃらに頑張ってやるとかそういうことじゃなくてね、体力つけるとかね、そういうことでなくて、まあ根源のところから良くしていくっていう。みんなこう自己防衛でね、こう心配からね、こう周りの目気にしたりとかね、こう些細なことにこだわったりとか、いろいろくっつけちゃって、こういいものが現れなくなる。今まではこうくっつけることばっかりやってたのね。だからそれをこうメンテナンスするのに大変になっちゃって、自分の本質をメンテナンスしてないっていうかね。だからそういう自分の中にいいものがあるので、それを自己発見していただきたいって、そういうことなんです。